こんにちは、マシン原田の部屋へようこそ。今回のゲストはこの方、ドラゴンさんです。はい、リアルアキバボーイズファウンドネーション MGK ドラゴンです。よろしくお願いします。はい、お願いします。今日はね、池袋のフラッグポイントにお邪魔してますが、イエイ。ということは、はい、フレーバージャパンとのコそうなんです。ラボをね、はい、マシンさんにも、我々のねやっているブレイクダンスのチャンネルがフレーバージャパン TV ってあるんですけども、マシンさんに出ていただこうと思っております。よう見て、あ、本当ですか。初めてですもんね、ここのフラッグポイントチャンネルもね。だからめっちゃ嬉しい。ああ、嬉しい。もうコラボする言うても、10年前にやってくんないんですか。わざわざできるかは俺はやらない。でも俺たち的にも聞きたいこといっぱいあるので、フレーバージャパンの方でも、マシンさんとコラボさせていただいてるんですけど、そちらの方概要欄の方にリンク貼ってますので、ぜひぜひそちらの方見ていただいてチャンネル登録もしていただいて。楽しみやわ。はい、お願いします。逆にそっちドキドキ。ドキドキですね。俺もちょっとこっちドキドキなんですけど、本当出たかったので、マシンさんの部屋よろしくお願いします。ではまず自己紹介の方。b ボーイドラゴンです。チームネームはファウンドネーションマイティズールキングスリアルアキバボーイズ、そしてキープイットリアルというチームに所属してます。多いね。はい、多いですね。やっぱ長いんで歴も。年齢はちょうどこれがアップされる頃には40歳になってると思います。何月何日？1983年の11月17日。はい。ありがとうございます。趣味はアニメ鑑賞とか、ゲームしたりとか、ショッピングとかで結構スニーカー好きだったりするんで、結構そういうのもうディライトマガジンで今もう全部スタイルしてたりして、やっぱ維持も大変ですもんね。加水分解でそうですよ。エアマックス系100足以上、もうね、もうボロッボロ。もう全部処分しちゃったんですか。全部そうですよね。捨てたよ。加水分解はね、もうスニーカー好きとしてはね、もう天敵ですか。エア入ってれば。だからカウントしだしてからは710足ぐらい。すごい。現在の活動はリアルアキバボーイズっていうグループで基本をやってて、6割ぐらいがそっちのライブやったりとか、あとファウンドネーションの活動が4割ぐらいで、うまくバランス取りながらやってる感じです。ではもうバトルオブザイヤージャパンの話題からいきたいと思いますが、今年のチャンピオン、はい、悲願でしたから。でも2018年にね優勝してワールドファイナルの方には出していただいたんですけど、行きましたよね。ウイングが行きの飛行機で財布なくして懐かしい、ありましたね。みんなで服を作ったんですよ、ボッティの衣装みたいな。でみんなでお金を徴収するよっていう、なんか知らないけど飛行機乗る前にパンパンなんですよ財布で、飛行機着いて着陸した時に、あれ財布がないって一番パンパンのトランジットでなんかファウンドざわざわ20万円ぐらい入ってる財布を飛行機降りたらなくなってましたからね。優勝してね、その優勝賞金をねウィングにみたいなぐらいの話をしてましたけど、2位やったからね。そうですね、悔しかったですね、あの時は。これ成田帰ってきてウィングに残ってたユーロ全部あげたもん。いくらぐらい残ってたんですか？300か400。おお、結構優しい。着いてその次の日にまたヨーロッパ行くって言うてるから、金ないやろ、もうこれ持っていく。優しい。ウィングなんか結構そういうね、マシンさんとかもそうですけど、結構上の方たちに可愛がられるところもあるから、それでね救われてる部分もあると思いますけどベスト4がバカボンズで、開催地っていうところでめっちゃ盛り上がってたんですけど、いやそうや、でもバカボンに勝った時にこれいけると思ったけど、決勝が尋常だったんですけど、もう本当自分たちでいつも思うんです。苦渋が悪くて、もうバカボンズと尋常倒されて間違いなく世界一じゃないですか。尋常も絶対もうやってきたことをね全部出して倒すぞって思ったんですけど、やっぱ強くて悔しい思いした2018年でしたね。で2019はボディコが行って、そうですね、その次からコロナでちょっと空いちゃいましたよね。なんか今年ね優勝して、去年も出てモータルコンバットに負けてしまったので、しかもベスト6っていう多分一番ボティ出てきた中でのなんか成績としては良くなかった。すっごい悔しくて僕号泣だったんですよ。来年こそはっていうのをみんなに言ってて、そしたらみんなもやっぱドラさんの涙がっていうところも言ってくれて、今年はちょっと気合い入れましょうさらにっていうことで挑んだので、まず小審査が2位でした。どうでした？今回新メンバーでユーティー君とかも入ってたり、リルピンシャーとかもショーケース
結構得意な子たちもいたりしてたので、ステップ一つにしても詰めてくれたので、結構今までにないファウンドネーションを見せれたんじゃないかなってやっぱり UT の存在大きいよね。でかいですね。トップロック苦手な、ウィング君とかは結構冷や汗かきながら練習して、このリズムで取るんだみたいなのとか結構あったので、そういうところもいい刺激にはなってますね。ただやっぱ悔しかったですね。1位2位は絶対取りたいって思っていたので、バトルのこの後の運び方的にも。で一番最初に呼ばれる時にファッ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 って脳内でコールされる時に思ってたら、グッとくるってきて、ってなって次行って、でそこでやっとファウンドネーションってきたので、うわーそうかーみたいなのそうか、じゃあもうやったーじゃなくて、ちょっと安心感ありましたね。今までのと全然違ったね。それは UT が入ったこと。そうですね。だいぶでかいです。トップロックで沸かせるなかなかおらんやん。なかなかないんで。ワイノットが UT ぐらい。そうですね。本当ロックステディフレーバーがね、やっぱそこにはあるのかなっていう。でバトル。はい。ボディカやね。もうずっとここ6年ぐらい負け続けてるんじゃないかなぐらい。因縁のボディカやね。弱いもんねボディカに。そうなんですよ。昔まではどっちかというと強気で入れられたんですけど、ちょっと負け癖ついてからはデリケートにやりすぎてらしさが出せないみたいな多かったんですけど、でもなんか今回はもうどっちかというと当たることも前提で、もう作戦も6通りぐらい結構ボディカそうだったり、結構そのボディカで当たるってことは一番最初に作戦立ててた段階であったものだったので、あもうボディカかみたいな感じで作戦に練れたっていうところもあったので、やりやすかったというか、やるだけやってあとは結果出るでしょみたいな感じだったので、彼女4-1でこう圧倒的には持ち運び方はできたんじゃないかなっていうふうに思いました。決勝グッドフット、ちょっと予想外はあって、モータルコンバットが来るかなって自分たちの中でも思ってたんですけど、グッドフットだったらちょっとらしさを全開でいって、もうさらに飲み込んでやろうぐらいの気持ちだったので、決勝はすごい俺たちの雰囲気をどんどん掴んでいこうみたいなのありますね。詳しい解説とかもリアル秋葉ボーイズのチャンネルの方でやらせていただいてて、もう10万以上はちょっと再生されてる、興味を持っていただいて、バトルオブザイヤーっていうのはね、知らない方たちにもこうやって広められたんじゃないかなと。いろいろそれを知ってもらうっていうのがね、大事だったりレプレゼンすることやね。はい、リンクの方もこちらの方に見てくれてるみたいなので、ぜひぜひ見ていただけたらと思います。いやもうめちゃくちゃ詳しく解説。そうですね。ショーケース編とバトル編もやらせていただきました。優勝できて、ワールドファイナルに進めたっていうので、すごいなんか嬉しかったし、もうそのためにやってるんですけど、実際それが現実になると、なんか本当に夢じゃないかなって思っちゃったりするというか。いやでも一回言ってるやん。そうなんですけど、なんかやっぱりちょっとそこの後に負けも続いたりとか、コロナもあったりとかしてたので、現実味がまだないような。審査発表のね、その時の気持ちを。ドラムロールが流れるじゃないですか。自分たちの肌感はこれいったかもなって思ってるんですけど、でもそう余裕をこいてるとあっちが上がってなぜって思うことが今まで結構人生経験の中であったりしてたので、いやこれどっちが上がってもおかしくないぞっていうちょっと強い心を持ちながらやってたらこっちが上がったので、上がった瞬間はやっぱり一瞬力が抜けましたね。直前3日前ぐらいまでブラジルでリアル秋葉ボーイズで行ってたんですよ。配信とか見てくれてた方たちは分かったと思うんですけど、ケイタンにも結構プレッシャーかけられてて「見たかケイタン」みたいなのをザイゴさんの配信の方で「撮ったぞ」みたいな。12時に会場に向かう時にもケイタンさんに「リアル秋葉ボーイズ所属のドラゴンがトロブザイ優勝しました」もう文作ってるんですよ。もう作ってて、なるほどなるほど、もうこれアップするからみたいな「いや何プレッシャーかけて、まだ予選も始まってないのに」みたいな、すごいプレッシャーかけてたんで、いい意味でなんですけど答えれてよかったなっていう安心はやっぱ上がった瞬間思いました。なるほどね。はい。今日11月9。そうなんですね。あと約2週間。2週間。仕上がりはどう？ジャパンの段階で自分たちの中でももう 100% ぐらい仕上げたつもりで挑んでたんで、ここからボディカと戦ったりグッドフットと戦って世界の今の状況とかも見ながら、さらにここからもっと 120%、200% まで上げるための練習はちょっとメンバーとしてて、だからジャパンよりもさらにパワーアップしてるファウンドネーション見せれるんじゃないかなと思ってますね。言えるかどうかわからないけど、ショーは一緒なの？ショーはちょっと変えてます。ショー結構自分たちの中でも新しいファウンドっていう形もあったりしてたので、まだ出てないですもんね、YouTube でも今回のジャパンの映像って、なので世界の人たちにショーをまた見せたいなっていう思いもあったんですけど、ただやっぱりちょっとパワーアップもしたいし、日本で見てくれた方たちにもパワーアップしてるなってさらに思ってもらうためにちょっと手こ入れはして、さらにちょっとやばいショーにはなってるんじゃないかなと思ってます。はい。それ見れるだけでなんか嬉しい。本当ですか？有機だったり UT だったり、あとファウンドネーションだからこそできるショーケースになってると思って。バトルも面白いけど、ショーケースってそのチームの世界観をちゃんと出せるやん。そうですね。誰にも邪魔されない。そうなんですよ。世界から
10チームぐらい来るわけや、はいそのラインナップはもちろん見ました。もう誰が来るのかを早急にチェックしたいと思っていて、どこがやっぱりこそうですねライバルというか、この撮影の前にロシアのバトルに招待されて行ってきたんですよね。でその時にプレデターズのメンバーがいて、話聞いたら今回フルメンで結構気合い入れてくるぞっていうのを聞いて、あのチームでフルメンできて今ちょっとアミールとか結構来てる b ボーイもいる中なので、アミールもいるんですよ。入ってるよな今いるんでちょっと油断したらなんかチーム力強いチームなんでプレデターってロシア人のねみんなのフィジカルとあとクオリティの高さっていうのがすごいので、そこで当たった場合にはちょっと空気飲まれないように。あとやっぱりラゲッツっていう去年優勝者ね、であそこは自分たちと似た雰囲気を持ってるというか、チーム力高くて楽しそうにバトルするっていうところで似てるからこそ主導権ちょっと取られたくないなみたいな。あと今韓国だとクローエクセルっていう FE とか本店がいるチーム、韓国ってフィジカルめっちゃ強いのでそこにもやっぱ負けたくないなっていう思いもあるし、モーコンがそうです、ワイルドカードでそう今回呼ばれましたよね。それはどう思った？負けたリベンジを果たせるっていうところの部分では、来てくれてちょっと嬉しいなっていうところもあるし、お互いにやっぱり一番決勝で大阪っていう舞台なんで、ファウンドネーション VS モーコンってなったら熱いよなとは思ってます。このね動画撮ってる時はもう2週間後になるんですけど、もうアップされてる時はもうすぐねバトル舞台1週間ぐらいですからね、このワールドファイナルがね日本で行われるっていうのも多分10年以上もしかしたらないかもしれないと思うので、この機会で、お近くの方はぜひぜひ見に来てほしいし、ファウンドネーションを応援してほしいと思いますので、素敵なねショーケースだったりバトル皆さんにお届けするのでぜひぜひ応援してください。よろしくお願いします。よろしくです。頑張ってな。はい頑張ります。ありがとうございます。もう一つもう一つの全然違うもう一つのメインにそうですね、RA はいリアル秋葉ボーイズ、これについてちょっとはい教えて。リアル秋葉ボーイズがもともとその結成した時っていうのがケイタンもファウンドネーションでもあるんで。Yeah, foundation, still chasing that instant sensation. Foundation, the foundation, that's the basics. My heart racing. 高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ボティファイナルファウンドネーション絶対優勝するので応援よろしくお願いします。